どうもともそやです。前回動画はビーチ沿いの洒落た雰囲気、たくさんの丘、観光客を退屈させないウルグアイにある穴場ピリアポリスの動画。今回はウルグアイの首都モンテビデオ、セニョーラたちと一緒に行動しているので、モンテビデオの一般的な観光地からローカルな場所から家庭の様子までいろんなところを案内してもらったよ。カルネアサードがうますぎる。ウルグアイの首都モンテビデオでの滞在先では、親切なウルグアイ人が首都モンテビデオについていろいろ教えてくれるだけではなく、ワンちゃんに毎日癒される日々であった。ワイのボロボロのサンダルをさらに噛みちぎってボロボロにするのはやめてくれないか。ほらー、南米の中でも物価が高い国ウルグアイで約15日間滞在してるけど、ホステルに泊まったのは2回だけ。うまいこと節約することができています。どうもともさやチャンネルです。現在ね、ウルグアイの首都モンテビデオに来ています。まあモンテビデオ、ビデオの時代終わったよ。今は DVD なんちゃって、まあそんなんどうでもいいんですけど、まずは簡単にね、モンテビデオについて簡単なことからちょっとね説明したいと思います。まず人口なんですけど、人口は約340万人で、分かりやすさというと静岡県と同じぐらいの人口です。あとはマリファナを世界一早く合法にした国としても知られてますね。実際ね、この海外のね外国人がマリファナをね買うことは多分ね簡単にはできないです。で、現地人がどういう風に、ね、手に入れてるか、その辺は僕はちょっとわからないですね。あとはね、有名なのはもちろんサッカーワールドカップの開催地、一番初めの開催地がウルグアイになりますね。で、一番初めの開催地がウルグアイで、一番最初優勝した国もウルグアイになります。で、あとはマテが有名。もうほぼほぼ 90% の人がもうマテを持ち運んでる、言い過ぎてるかもしれんけど、ほんまにそれぐらいの勢い。みんなマテを持ち歩いてる。もうマテって何って思ってる方は、まあちょっとね、僕のね前の動画を見直してもらえたらと思います。マテについてね、もう紹介するのやめた。何回も紹介してるんで、待て言うてるんでね、ちょっと待てみたいな、ちょっと待てよ。あとは大統領、そう、ホセ・ムサカさんだったかな。世界一貧しい大統領としても知られてます。給料の9割を貧しい貧困層の人たちに寄付してたことで有名ですね。まあ大体それぐらいかな。ウルグアイについて、あとはね、モンゴル同様人より牛の方が多いみたいな。結構ねウルグアイ旅してきたんですけど、マジで田舎、あと牛がようけおる、そんな感じっすわ。で、結構田舎な方とかラグジュアリーなとことかビーチ沿いを巡ってみて綺麗だったな。で、まあね、過去の動画見てください、そりゃ。で、今回は首都のごちゃごちゃした感じの様子をちょっとね今回の動画で見せられたらと思います。それではどうぞ。モンテビデオはとにかく広いので、移動にはバスを使わなければいけません。ウルグアイの首都モンテビデオのセントロに到着しています。で、今日はね日曜日なんでフェリアがあるということで、フェリアをね見に来てます。結構重要な大学みたいですね。モンテビデオの大学、ダンテさんです。彼誰って聞いたらグンペンサドール言われました。すごいね、マリファナの匂いがする。ここ見えるのがビブリオテカナショナルレプブリカで、まあビブリオテカなんで図書館ですね。で、エスメラルダさんと一緒にね行動してるんでね、もう全部教えてくれる、すべて。これは楽やわ。面白いですね。道のど真ん中に自転車専用の道があるっていう。ウルグアイといえばマテ、フットボール、トルタフリッタ、その3つです。このパラ YouTube エスメラルダさんの友達が登場しました。3人で行動します。オラケタール。こんな感じでね、まあ市場みたいな感じっすわ。いろんなフルーツとか野菜とかが売ってある。まあそれ以外もめっちゃ売ってるけど、かける4してくださいね。そしたら日本円になるんで、大体。さすがウルグアイ、全てが高く感じる。いろんなもの売ってあるけど、エスメラルダさんもマリセラさんもリュックサックを後ろに背負ってます。結構ね、みんなリュックサックね後ろに背負ってるんで、ガードゆるゆるですね。治安の良さがなんか理解できてくる。バイオリンの音色が聞こえます。約2ヶ月前の俺を思い出すな。
結構規模でかめのフェリアっていう感じですね。こんな感じで分かれ道ですよ。まあでもね、僕は金魚の糞なんで彼女たちについていくのみです。あらゆるところでマテのね道具が売られてますわ。マテを飲むためのね。まあこんな感じでどんどんね見ていきます。お、リザードン、やっぱリザードンですよね。ポケモン初代ゼニガメ不思議だね。人影何を選ぶかって言われたら人影選んでリザードンに進化させますよね。やばい、思った以上に広いです。そしてね、ガンガン撮影してもみんなね撮影嫌がらん。ジャマイカとかあったら一瞬にして携帯取られてお前撮影するな言われるけど、モンゴルとかねジャマイカとかメキシコもちょっとそんな感じですね。ウルグアイはなんかもう全然撮影しても OK な雰囲気です。すごい初めて見た蜂蜜のろうそく。ちょっと雰囲気がねボリビアのね泥棒市場チックになってきました。まあそれにしてもねほんまに広いっすわ敷地。こんな感じ。いろんなところにね分かれ道があってめちゃめちゃ広がってるエリア。自分にとってはガラクタでも言い換えたら骨董品。何でも鑑定団とかにね出てきそうな商品がたくさん売られてる。ピザ2つで120ペソ。それにしてもね何回も言ってるけどほんまに広いなこれ。やばい、ボリビアのあの泥棒市場超えてるんちゃうかぐらい広い。いやあれもあれで広いけど、それにしてもね口癖のようにね誰が買うんこれ誰が買うんこれってねつぶやいてしまうわ。パラシオペニャロールという場所。ここでなんかねサッカーとかするみたいですね。散髪しちゃってます。まあバスケとサッカーとかボクシングとかをする会場、それ今サッカーもできますよみたいな感じ。でもスタジアムではないとは言ってたな。アクセサリーもこんな感じで販売されてあるよ。割とデザイン良さげ。このフェリアだけで動画終わりそうなんですけど、自分が持ってる水着今ねめっちゃボロボロなんで普通にこれ欲しいんやけど、ポケットもちゃんとあるし後ろにもちゃんとポケットあるし、さっきのアクセサリーなんですけどブレスレットは1000ペソ言われましたわ。でネックレスは2000ペソ言われました。まあまあ高いですね。ネックレスね意外にもブルガリだった。で海パンは300ペソ言われたけど、もし買うんだったらもう250ペソでもいいよみたいな感じで、まあフランクなノリ。なかなか値段交渉もできそうな雰囲気ですね。キーチェーンが今一瞬ケイちゃんに見えてモームスの安田ケイかなと思ったわ。マジか、道路の上にダイレクトで服とかズボン置いてるのがなかなかこれは見えない光景だ。プラサデロストレンタイトレスという場所、まあ小さい公園、そんなに重要な場所ではなさそう。目の前に見えるのがバンコ・デ・ラ・リプブリカ・オリエンタル。ウルグアイの中では結構デカめの重要な銀行とのこと。まあこう見たらセントロはねヨーロッパチックですね。気温はだいたい30度。アベニーダ・ディエシオーチョ・デ・フリオというまあ重要な道。さあ綺麗な景色を見ましょう。まさかの無料でした。入場料無料でミラドール景色を見ることができます。登っていきましょう。ミラドールパノラミコでモンテビデオをね一望することができます。お、マジで充電できるの。おお、ありがたいありがたい。おお、モンテビデオの絶景をここから見ることができる。グラティス。おお、No necesita moneda。おお、すごいすごいすごい。見えません。マサイ族はこういうのね使わなくていいですよね。まあ景色だけでなくよく見たら日常の風景、まあね人々がね生活しているような風景もちらっとねちらほら見ることができるんで、まあちょっとねこの場所は面白いですね。しかも無料で入ることができたし、おそらく先っちょに見えるのがプンタカレーラスの灯台、ファロプンタカレーラス。ちょっと行きたいけどねめっちゃ遠すぎるんですよあそこは。こんな感じで海沿いの景色綺麗ですね。この一つ一つのにねいろんなね思いというか物語が込められています。例えばねこれね黒いビード書かれてるんですけど、男は立ち入り禁止この場所はみたいな感じで書かれてるんですよ。
もろいなあ。ウルグアイっぽい雰囲気ではないですね。ワンピースのルフィのようにゴムゴムの実を食べていたら、上からね手を出してお金を拾うことができます。まあこんな感じでモンテビデオのね景色をね一望できるミラドールでした。一応ね丘からの景色が見たいっていう方は海の向こう側にホルタレーサデルセロっていう、モンテビデオの丘っていう場所があるんで、そこに行ってみてはどうでしょうか。まあ遠いんでね、僕はちょっと今回ねパスしますわ。ピリアポリスでねいろんなセロン登ったんで、こんな感じで写真撮影できました。すごいですね。無料で写真撮って無料で自分のね電子メールに送ることができる。これがウルグアイです。太っ腹やな。南米のスイスやわ。サルこれはね恋人と来て鍵をねつける場所。なかなかおしゃれなスポットですね。ウルグアイやアルゼンチンでかなり有名なタンゴの歌手らしい。この場所で彼と一緒に写真を撮ることができる。はい、少し歩いてプラサカガンチャという場所。ここもねのんびりスポットですけど、真ん中でね車がねバンバン走ってるんでちょっとねうるさいです。はい、お次はプラザファンペドロファビーニという場所を散歩しています。これを見ろって言われた。こんな感じで現地人がねいろいろね案内してくれてね、本当に楽しいっすわ。いい感じっすわ。いろいろ説明してくれてね、スペイン語の勉強にもなるしちょうどいいっす。ありがたい。そしてこちらに見えるのがプラサインディペンデンシア、直訳すると独立公園。いろんなね建物がねあって綺麗ですわ。ヨーロッパ風のさっきあったエクアドル人の女の子、偶然また出会ったんでこうやって喋ってます。Estamos Parque Independencia, Plaza Independencia, frente a la estatua de Artigas, el héroe de nuestra patria. Bien. Luchó por nuestra libertad. Acá la maestra no dan las palabras. Bienvenido. チリのサンティアゴとかアルゼンチンのブエノスアイレスとかメキシコシティもそんな感じ。ちょっと似てる。モンテビデオメトロポリターナカテドラルにやってきました。おそらくモンテビデオの中では一番でかい、いやウルグアイの中で一番でかい教会じゃないかな。カテドラルなんで。上半身裸、タトゥーがっつり、そして腰パン、なかなかのファッションですね。この辺り一帯がシウダーデルビエハというウルグアイの首都モンテビデオの中で一番の観光スポット。コロニアル風な街なんですけど、ちょっとねボロっちい感じっていうかな、古い雰囲気も残ってて綺麗って感じではないですね。ただめちゃくちゃ汚くてちょっと危険チックな感じっていうわけでもない。こういう雰囲気もあるよ。靴がたくさんぶら下がっている。靴を乾かしています。そして現在はマリセラさんのね家にお邪魔させてもらいました。ベランダからこの景色見れるとか、勝ち組の家やん。素晴らしすぎる。シウダーデルビエハ、なかなかおしゃれな街ですね。こんな感じでね高そうなレストランがねたくさん揃っております。そしてね陽気な感じでね店員さんは結構ね喋りかけてきますね。おージャパン、こんにちはみたいな感じで。ここで食べるんかな。ここがレストランメルカドプエルト市場です。ここで皆さんねいろんなものをね食べることができます。カルネアサラダとかどうでしょうか。なんかこのお店がおすすめらしいっすわ。よくわからんけど行ってみましょう。さあウルグアイすごい雰囲気です。こんな高級な場所にセニョーラたちと来てしまいました。いや贅沢すぎるって。ウルグアイ名物のカルネアサラダというものがやってきました。こんな感じででかいっすね。やっぱりこれもできる早く食べたいの。No de comer el asado de Uruguay que quería. 海外で食べた肉の中で間違いなく一番うまい。
ごちそうさまでした。こんなに美味しいとは思わんかった。まあこんな感じのね市場の雰囲気でした。腹いっぱい。いやマジでね本気で美味しかったです。まあねいつもの僕のね節約人生に比べたらかなりラグジュアリーな経験だったと思うんですけど、マジで美味しかったですね。いや人生今まで食べてきたこのカルネアサードというかステーキの中で一番美味しく感じたかもしれない。マジで価値があるわ。こんだけ美味しいもの食べれたらまあ高い金払ったけどかなり価値ある。確実にエスメラルダさんの倍は肉食べてる。サラダもあの2人サラダのねレタス残したんですよ。で僕がそのレタス全部食べさせてもらって、いやもう俺食べるからって、もうビタミン補給させてくれこういう時にって感じで、まあ確実にね倍以上食べてるんでね僕エスメラルダさんキャシャやし、なんでまあ生産はね別々にさせてもらいました。カードで払った方がね割引あるんでそれもあるし、さすがにめっちゃ食ってるし悪いんで、これ見ろ言われて一応見てるんですけど、これセーフ期間ですね。でこれを飛び越えた向こう側にフェリーターミナルみたいなのがあって、そこからブエノスアイレス、アルゼンチンのブエノスアイレスに行くことができるみたいです。そしてこの市場の近くにムセオ・デル・カルナバルという場所があります。たくさんのイラストがミュージアムの手前にありますよ。もうでも幸せやわ。お腹いっぱい。一応こっち側も見ておきましょう。実に素晴らしいとしか言いようがない。こういうスラムチックな雰囲気好きですね。ここはウルグアイなのにリオデジャネイロのですか。入場するためには200ペソ払わなければいけません。まあさすがにねこのね女性たちがいるんでね、僕もそんなねかっこ悪いことはできないですよ。いや払わなあかんのだったらもうやめようとかさすがにそんなんはできないです。さあ向かう先は出口の方向へ。この辺は一応海沿いでここにねたくさん船があって綺麗らしいんですけど、まあ場所的には危ない地域らしいです、夜に来るときは気をつけてって青春感じますね。ってな感じで一応向こうの方でみんなね魚釣りをしているみたいです。向こう言うたけど結構手前でみんな魚釣りやってますね。こんな感じで結構マグロとかタチウオとかねカワハギとかその辺が釣れるみたいです。嘘。プンタデルエステとかロチャとかアトランティダとかいろんなね場所ね巡ってきたけど、ウルグアイのここが一番水汚いわ。匂いもなんか、泳げるような匂いではないな。こう見よったらかなりエビの残骸があるんやけど、これは何、エビを餌にしてるの？それともこの場所でわざわざバーベキューでエビを食べてるの？それともエビが釣れてるの？知りません。釣り吉三平って知ってますか？これが分かったらやばい。ちょっとね釣りの話になるんですけど、釣り番組で何だったかな忘れたけどたまにあるんですよ。テレテレテレってトゥ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 ルトゥルトゥルトゥ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 ルトゥルトゥルっていうなんか知りません？知らんよな。あれ10分ぐらい歩いたらさっきと比べてちょっと水が綺麗になった気がする。泳いでる人もあそこに普通におるし、今海沿いずっと歩いてるんやけど、全てのこのね柱のところに人がおる。あの柱のところがちょうどね影になってるんですよ。で僕もちょっとね休憩したいなと思うんやけど、みんなおる。どのレーンにもみんな誰かがしらがおる。座ることができないアジア人。場所を見つけて座ることができた。ほんでもってね背もたれの丸が2つ開いてるじゃないですか。その丸の位置が絶妙に自分の首の位置とマッチしてて、近藤正彦並みのマッチなんですけど、ウルグアイね総合的に言うてほんまにみんなどこやかしに座ってマテ飲むのがほんまに好きなんやなって感じる。これ見て、みんな草原の上に座ってる。ガソリンスタンドの前の草原のねところとかみんな座ってねのんびり食べながらマテ飲んでるわ。これがウルグアイです。プラサミラドールランブラスルという場所です。こうやってね綺麗な景色を
モンテビデオね、余裕で不老者おる。もう普通にこういう家とかあるもん、その辺にたくさん。はい、こういう感じですね。あ、かわいこちゃん。ここに来てオベリスクを発見。アルゼンチンのブエノスアイレスで有名なオベリスク、ウルグアイモンテビデオバージョン。オベリスクの巨神兵と同じぐらい壮大な迫力を保っております。現在はエスメラルダさんの家に滞在させてもらってます、で息子さんから一応ねスポーツドリンクいただきました。スポーツドリンク乾杯。スポーツドリンクがね体に染みるんですよ。スポーツドリンクです。はい、本日も街の方へ向かっております。本日は一人だよ。今エスメラルダさんの家に泊まらせてもらってて、で結構セントロから離れてるんですよ。バスで1時間ぐらいかかるかな。アトランティダに滞在してた時にウルグアイ人の人らがいやあそこはやばいって危ないって治安めっちゃ悪いってみたいな感じで言ってて、で僕も着いた時にちょっとなんか雰囲気ちゃうなみたいな。今までウルグアイで滞在してきたところめちゃめちゃ富裕層なとことか綺麗なとこ多かったんで雰囲気違うなとは思ったんですよ。ただでもエスメラルダさんはなんかいや別になんか開けとっても問題ないみたいな、家誰もおらん時に鍵とか結構開けとったりするんすよね。大丈夫なんかなとか思ったら Wi-Fi がなんか使えんようになって、なんか昨日 Wi-Fi 使えんかったなっていう話したら、いやなんかこの辺り今全部 Wi-Fi 使えみたいな。なぜかというと電線を誰かが盗んだみたいな。おい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 盗難事故発生しとるやんけしょっぱなからみたいな。まあそんな感じの話もあったりしますね。ってことで FIFA ワールドカップ世界大会初会場ウルグアイです。でウルグアイの初会場がこちらになってて、でちょっとね見に行ってみようかな。やっべ普通にきつ350ペソ。マジでマジで腹痛くない？きついなこれ。初のね会場としてね使われたねサッカースタジアムを見ることができるんですよ。350ペソで結構これね心に残るよ、けどサッカー興味ない人からしたらいや別にって感じなんですけど、これどうなんだろう、行ってもええんかな、悩みどころですね。美術館に1000円以上はさすがに払えんよ。まあいろんな人に聞いたら、まあいや壁乗り越えて入れとか、従業員の入り口案内されていやここ入ったらあかんみたいな、さっさと出ていけ言われたりとか、まあそんな感じですね。でも最後にもうここで働いてる人に聞いたら、向こう側行ったら金額無料で入ることができるから向こう側行け言われたんで、ちょっとねもしかしたら無料で入れそうですね。これ無料で入れたらほんまラッキーやわ。ヌメロトレセから入れるっぽいです。ってことでね、時計回りにチックタックチックタック歩きながらね一周した結局こっから入るみたいです。13番ゲート。超絶テンション下がった。結局350ペソ払わなあかんかったし、なんでそんな嘘というかエントラールグラティスみたいな適当なこと言うかなおっちゃん。まあこんな感じの美術館ですね。まあ金額的にも1500円以下なんで、中東のヨルダンのペトロ遺跡、あれ入場料1万円超えるんで1万円払って遺跡見るよりかはマシでしょう。ああよかった。このままスタジアム見えんかったらどうしようかなと思ったけど、ちゃんと見えそうだわ。まあお目当てのスタジアム早速見てみましょう。これはね自分もねちょっと見てみたかったんですよ。やっぱり南米といったらねサッカーですよ。フットボールですよ。このね広いスタジアムでワールドカップ初戦が行われておりました。なかなかですね。この場所がほんまにすごいところなんやなみたいな。南米の中でも本当にみんなが感情を抱くような場所なんやなっていうのは感じますね。
びっくりした。人埋まっとんかと思ったわ。国会議事堂、ここに関しては外見を見て綺麗やなって言って終わり。よくわからんけど観光地じゃなくて女の子がたくさん集まっているような場所でした。ここは。はい、お次はメルカードアグリコラ市場です。アグリコラです。アグリちゃんと女の子と一緒に旅をしている人だったらここにねアグリちゃん連れてきてアグリコラ言うてください。メルカードアグリコラ。なんかこのね天井といい雰囲気、色合いっていうかな、雰囲気といいちょっとねバスターミナルみたいな感じでさ、バスターミナルとショッピングセンターを足して2で割ったような感じ。ショッピングマジで興味ないと思うけどね、まあショッピングだけじゃなくてね、いろんなねフードコートがあっていろんなお店があったりもしてます。それにしてもね値段高すぎてもうね値段聞く気にもなれん。値段表示あるけど買う気にもなれん。現地人が教えてくれたちょっと危険な地域なんですけどね、ちょっと建造物がねかっこよさげなものがあったんでそれを見に来ました。まあ細心の注意を払って行動しましょう。夕方6時40分。おーすげえ、これウルグアイいろいろ旅したけど建造物の中ではこれが一番綺麗なんちゃうん。夕日の相乗効果もあるな。周りはちょっとね公園チックになっています。筋トレもできるよ。そしてその手前にあるのがプラザミラドール・デル・セリート。なかなか美しい、神々しいですね。赤色ベースなんで夕日とねマッチしてますわ。ビタミン数マッチ並みのマッチしてますわ。夕方7時半、だんだんと暗くなってきたのでお家に戻りましょう。やばい、まさかのホームレスの人が僕にねウルグアイ料理くれた。食べろって言って、お前お腹減っとるだろうって見たらわかるって。ありがとうございます。びっくりっすね。これがウルグアイですよ。優しすぎるやろ。しかもしっかり美味しいし毒は入っていません。こんにちは。ほらおっちゃんがねトダビアカリエンティーと言ってくれたんですよ。まだ温かいよみたいな、まだ温かいよっていう意味なんですよ。トダビアカリエンティートみたいな、まだ温かいみたいな。お前の心の方が温かいわ。ワイの靴がそんなにいい匂いするんですか。まあこんな感じでね、観光しない日はご飯食べて部屋でねのんびり YouTube 見たりします。猫たちと一緒に。犬もいるよ、子犬もいるよ。エスメラルダさんアーティストですよ。こういうのに色塗ってウルグアイだけじゃなくてブラジルとかで販売したりもしています。卵を購入したんですけど、外側の卵は大きいけど真ん中には小さい卵を入れている。これがウルグアイの実態だ。エスメラルダさんが晩ご飯のために火を起こしてくれています。結構bueno bueno。落ち着きますね。頑張れ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 サスケ、これはサスケだ。カルネアサード本格的になってきました。これがウルグアイのレストランとかではなく家でやるカルネアサード。カルネアサードは日本のバーベキューとは違ってこのね燃えている上で焼くのじゃなくてこのすすっていうのかな、ゆっくりね焼き上げるみたいです。本格的ですね。ゆっくりじっくり焼き上げる、そんな感じ。今にもアヒージョとかたこ焼きを作るのに連想させるものの中にゴージャスなチーズを入れていく。肉に乗せて食べるのかと思ったらまさかのパンに乗せて食べるっていうね。これはこれでかなり美味しいです。皆さんが想像できる味。チョリソーも乗せていくよ。調理パンですね。完成しました。ペルフェクト。もうすでに食べてますよね。日本よりね美味しいと思う。優しすぎる。
貴重なカルネを動物たちと分け合うっていうね、優しすぎる。こんな感じでいろいろな調律を試していきます。ケーソイモロン。これはありがとう。おはようございます。朝起きたらエスメラルダさんの息子さんが朝ごはん作って持ってきてくれました。優しいな、ほんまに。本日はエスメラルダさんが特別な場所に連れて行ってくれます。エスタディオカンピオンデルシグロというペーニャロールのホームスタジアムです。クラブアトランティコ・ペーニャロールはモンテビデオを拠点とする人気実力ともにトップクラスのスポーツクラブ。特にサッカーチームが有名で、ウルグアイ1部リーグの強豪チームで黄色と黒のチームカラーが特徴的。ウルグアイのリーグ優勝回数は最多であり、南米選手権でも5回優勝しています。エスメラルダさんからたくさんのことを説明してもらって、全ての説明の中で一番心に残ったのは、ペーニャロールが私の人生という言葉です。このスタジアムで泣いたり喜んだり叫んだり子供を連れて行って一緒に応援したりなどして人生を歩んできた大切な場所ということを説明してくれました。彼女の家ではビールを飲みながら日本のライブ映像を見たり、サンドイッチを頬張りながらラテンの曲を教えてもらったりしました。エスメラルダさんマジでね、お母さんみたいにすごい優しいですわ。僕が出発の日なんですけど、ジェルバマテ持っていけって言ってなんか用意してくれました。でこれ新しい水筒、テルモって言うんですけど、これにね温かい湯を入れて、一応ボンビージャもこうやってつけてくれます。これが僕のね初のマテデビュー、持ち運びマテデビューですね。でいろいろね、それだけじゃなくてね、かぼちゃ持っていけ言われました。からのパンも持っていけ言われましたムチャスグラシャス、ムチャスグラシャス。美味しいですか？僕の親指はソーセージじゃないですよ。甘いですか？ちょっとしょっぱいと思います。お手。バイバイ。僕はブエノスアイレスに向かいます。たった今ね、たくさんお世話になったエスメラルダさんとお別れしました。本当に最後までねお世話になりました。もうね、南アメリカ大陸、南米約1年旅してるんですよ。南米に入ってからちょいちょいね、ウルグアイ人とかチリ人、アルゼンチン人に出会うようになって、やっぱりこんだけ旅してたらね、それは友達もねできますよ。いろんな出会いがあって、その出会いがね、いろんな場所でねまたね生かされるんですよね。恵まれてる。思った以上に、ほんまに思った以上に満足できましたね。いろんな人と巡り合えて、結構ねお金もね節約できたし、物価高かったけどそれなりに得られるものはたくさんありました。すげえ奇跡すぎるって。これ約5日ぐらい前に落としたブレスレット、まさかの拾った。ボロボロやけどいろんな車に積まれたんか知らんけど、こんな偶然あるんかな。物価の高い国でバカ正直にねバスばっかり使ってちゃダメですよ。でこんな感じで今日もねヒッチハイクで行っちゃいます。今日もヒッチハイクをしながらいろんなものをもらっております。グラシアース、ありがとう。ビスケット。次回ともさえチャンネル。ウルグアイのコロニアデルサクラメントからアルゼンチンのブエノスアイレスまで船を使っていく人が多い。ほぼ 90% 以上の旅人が船を使う。だから私はあえて陸路で国境越えするよ。長い回り道を得てどれだけの時間と費用を使うのか、意外な結末をお楽しみに。